いただきます。美味しい。美味しいわ。あ。蜂蜜がけ美味しいわ。甘じょっぱいよ。パンも美味しいね。掃除を終えてお昼を食べてネイルを塗り直した後です。これから昨日ユニクロで買ってきたものを紹介します。昨日店舗で買ったのが2つあって、もう1点はオンラインで購入したんですけど、このパンツを購入してで XS はオンラインのみの販売だったので、その場でポチッとして注文したら今日の朝、つまり翌日の朝には届いてるっていう、ちょっと頑張りすぎなのではって思う速さで届いたんですけど、1着目がスフレヤンクルーネックセーターオフホワイト M サイズを購入しました。こちらです。これは去年一昨年にこのスフレヤンクルーネックセーターのグレーの XL サイズを買ったんですけど、お気に入りだったので色違いを買おうと思って買いました。これの何がいいかというと、まず肌触りが良くて着心地がいい。私はニットとか首元チクチクするのがすごく苦手なんですけど、これは柔らかい素材なので全然そんなことがないっていうのと、多分本当はダメかもしれないんですけど、洗濯機で何回か洗ってるんですけど全然傷まないのと、軽い、それがすごく良くて S サイズでも身幅が結構ゆったりしてるので緩めに着れるニットかなと思います。今持ってるグレーのやつは旅行先とかに持ってったりとかしてるし、すごくあったかいので冬に結構使えるんですよね。とにかく私はユニクロのスフレヤーンというアイテムにすごく信頼を置いてます。そして次、ベルトを購入しました。クリーンベルト M サイズダークブラウン、牛の皮って書いてますね。牛革。いつも使ってるベルトもユニクロなんですけど、もう10年前ぐらいに買ってると思うんですけど、それはちょっと太めでパンツに合わせて細いベルトも欲しいなと思ったので、今回新しくベルトを購入しました。最後がユニセックスのアイテムで、店舗で S サイズを履いたらやっぱりちょっとウエストがもたついたので XS を購入しました。でこれが今朝届いたやつですね。ユニクロ C のバレルパンツ XS ブラウンです。これだいぶ幅があって結構ダボっとした感じで履くパンツだと思うんですけど、すごいかっこいいかなと思って、ちょっと今着てみたいと思います。これがスフレヤンクルーネックニットの M サイズです。袖がすごく長くて、それが私は好きなんですけど、中に重ね着も余裕でできそうです。バレルパンツがこういう感じなんですけど、ちゃんとベルトループもあって、後ろにポケット2つあって、サイドにもポケットがあって、でここがタック入ってるからかな、綺麗に見える。
ちゃんとウエストはビュッて絞られてるんだけど、太くてストレートっていうのかな、でしっかりした生地だからそんなにカジュアルすぎない感じで着られそう。中にこう絞る紐がついてるんで、ちょっとウエストキュッてできる。なんかもはやオリジナルの味が出てそうなんですけど、これが多分10年前ぐらいに買ったユニクロのベルト、黒いやつで、こっちが新しく買った茶色い細いベルトです。ベルトはもうユニクロを買っとけば間違いないと思っています。ここでしょ。先行。マジかよ。さて、まだ朝早いんですけど、今日は早朝から仕事に向かいます。最近寒すぎるのと鼻水がすごい出るんで、花粉が来てるなっていう感じです。では行ってきます。今自宅に帰ってきました。夕方5時です。めっちゃヘトヘトなので先にお風呂に入っちゃおうと思います。今日は彼の帰りが遅いので、晩ご飯を作って先に食べて、最近買った浅井亮さんの小説の続きが気になるので、それを読めたらいいなと思いますが、それまで体力が残っているか微妙です。おはようございます。今7時過ぎぐらいなんですけど、今から散歩に行ってきます。最近ちょっと朝方ふくらはぎが気持ち悪くて、多分むくみなのかな、なんというかふくらはぎの中内側が多分毒素とか、老廃物が溜まってるんだと思うんですけど、気持ち悪くて寝れなくて、でやっぱり運動不足は間違いないので、ちょっと朝から歩いてリフレッシュしてこようと思います。今日は、家でがっつり仕事をする予定なので、朝体を動かしてちょっとでも帳尻合わせになればいいかなと思います。では行ってきます。
朝散歩を終えてから家で仕事してお昼食べてまた仕事したりして、今3時ぐらいなんですけど、先ほど注文していたあるものが届いたので、それを開封したいと思います。おお、注文していたのがこちらです。アルテックとマリメッコのコラボのスツールです。わあ、めっちゃ楽しみ。アルテックが2025年で創業90周年で、それを記念してマリメッコとのコラボアイテムをいくつか出してるんですけど、そのうちの一つのスツールを購入しました。このコラボアイテムが去年の10月から発売されたんですけど、買うかずっと悩んでて、ようやく先日決心して購入に至ってるんですけど、スツールって急を要さないというか、うちはどっちかっていうと背もたれがある椅子の方が今2脚しかないんで、そっちの方が欲しいじゃ欲しくて、ただやっぱ来客があった時、うちの両親とか彼のご両親が来た時に椅子がなくて、もうめっちゃ背の低いスツールとかソファーとかなんかバラバラに座ったりしててっていうのもあるし、こういうちゃんとしたいい家具を買って長く持ち続けるっていうことに憧れがありまして、しかもこのマリメッコとのコラボが私的にはすごくツボで可愛くて、いやこれは欲しいって思ってたんですけど、値段もそんなささっと買えるような値段じゃないので、ずっと悩んで今日に至ります。これが今回のコラボアイテムですね。おー、すごい。かわいい。めっちゃかわいい。どうする？友達たちと今度行ってる。おはようございます。私が餌を持ってると思って鳩が集まってきてます。今もうすぐ7時ぐらいだと思うんですけど、朝の散歩すごく気持ちいいです。2羽の鳩が私の周りをくるくると歩いて回ってます。
帰ってからは今読んでいる浅井亮さんのインザメガチャーチを読みたいなと思います。本当は外で読めたら気持ちいいんでしょうけど、今はこうしてカメラを握ってるだけでも手が凍えてくるぐらいまだ寒いので、外での読書はもうちょっと先になりそうだなと思います。私は再三馬が好きと言ってるんですけど、鳥も好きで、昔から実家で赤星インコを飼っていたので、その影響なのかすごく鳥が好きなんですよ。で、朝こうして散歩してるとやっぱり鳥は活発なので、すごく空を舞ってて気持ちよさそうでいいですね。そろそろ帰りたいと思います。まだ10時前です。今ブラッシュアップ中。そうそう。その後何がアマゾンに出店してんの。へえ。カメラの北村ネットショップ。ご飯を食べてちょっとのんびりして、今1時半です。今から一人で下北に行ってこようと思います。いつもだったら自転車で行くんですけど、今日は移動中にも本を読みたいのでゆっくりバスで行こうと思います。今日持っていくハンカチはオモ5のハンカチです。下北沢は無印行きたいのと、ビレバンのガチャが見たいのと、お気に入りの B&B ブック&ビアっていう本屋さんに行きたいなと思ってます。続きがめっちゃ気になる。面白い。今日はシンプルだけど主張強めのこの2つでいきます。で、あとアウター着て、では行ってきます。